皆さんこんにちは、ことなです。冬の車中泊の暖を取る手段としてこたつを利用されている方いらっしゃると思いますが、僕も昨年から2シーズン、山善のお一人様用こたつ、これを車の中にドーンと入れて使っています。でこれ足が折りたたみ式だし、付属のアタッチメントを使って高さ調整ができる、軽量で6000円台とお値段もお手頃と非常に優秀な商品です。おすすめです。ただですね、唯一、難点を挙げるとすれば足が邪魔になるということですね。天板の広さはね60センチ角で十分な広さです。ただ足元は足の幅の分だけ狭くなるので、実質ね50センチぐらいになります。でそこへ僕はマットレスを引いて寝るので、足にですねマットレスが当たるとこうめくれ上がってるんですね。とめくれ上がった分だけさらに幅が狭くなって実質ね40センチぐらいになります。とね、寝てるとこれがこうもじょもじょ当たってですね、非常に気になるということで、足が邪魔だなということから足なしこたつ、これを製作してみようと思いました。まず天板ですが、僕の場合両サイドに本棚と机が常設してあるので、ここに板を渡します。で机等何もない方の場合は、車両本体に空いているサービスホールを利用してステーを取り付けて車幅いっぱいの板を渡す、ラゲージボード作成の要領で、行っていただければ良いかと思います。詳しくは、過去動画でハスラーの、車中泊仕様というのを上げておりますので、こちらを参考にしてください。天板は長さ91センチ、幅40センチ、厚さ 1.8 センチのパイン集成材でカインズで2180円で購入しています。カットはしていません。そのまんまです。四隅角を丸く面取りして全体を紙やすりでサーディング、塗装はオスモカラーナンバー0エクストラクリアで仕上げています。でこのままだとずれ落ちてしまうので、落ちないようにこうしたヒノキの、工作材を使ってストッパーをここにつけています。ラゲージボードテーブルとしてはもうこれで完成です。あとはこれをこたつ化していきます。分かりやすいように天板裏返ししました。まずストッパーなんですけれども、4点全部に対して、木枠を作る感じで取り付けます。でこの四隅に、鉄のこのプレートですね、スチールプレート、ネジ止めします。あとセンターにも1つ、全部で5箇所。これで、DIY としては完了です。あとは毛布を適当な長さに調整して、この四隅のところに磁石、これでバチンとこの角のところですね、これに留めていきます。そして最後にセンターのところをバチンと、でこれで起こすとですね、よいしょ、ほらこたつでしょ。これで完成です。マットレスもこの通り足がないので広々普通に引けます。使用している磁石についてですが、こちら、カインズで1個1180円で購入したものです。4センチ角ぐらいのものなんですけど、吸着力が20キロです。で、使うんだったら20キロ以上のものを必ず使ってください。この1個下の15キロとかになっちゃうとね、こう引っ張った時にねすぐポロッと落ちちゃいますから、20キロだとちょっと軽く引っ張ったぐらいじゃ落ちませんので、十分こたつの毛布を支えるのに有効ですので、20キロでこんなね大きい20キロとかあるんですよ。値段がもうちょっと安いので。で大きいのはいくら20キロでもダメですからね。小さくて20キロと大きい20キロだと吸着する力っていうのは小さい方が大きいですからね。この狭いところで20キロですから、大きいやつはこのでかいところで20キロなんで、大きいやつの方が良さそうだなと思って取り付けるとポロッと落ちちゃいますよ。このちっちゃいね4センチ角ぐらいのやつで20キロっていうのを使ってください。
でそうするとね、磁石全部で5つ使ってるでしょ。磁石代だけでね5900円かかってます。それから、磁石が吸着するための鉄のプレート、あれが1枚カインズで198円、約200円ですから、全部合わせるとですね6900円、ほぼ7000円かかってます。そう考えるとですね、山善のお一人様こたつ、あれ素晴らしいよね。全部揃って DIY なしで、しかも弱でずっと使ってる分にはポタ電で全然余裕だし、朝まで使えるし、それで6000円台でしょ。あれすごい優秀な商品だと思いますよ。ただ僕みたいに足が邪魔だとかっていうことさえなければ、本当にこたつとしてあればいいと思いますね。で、磁石代がねもったいないと考える方は方法ありますよ。布団は無理だけど、こういう毛布とかタオルケットであれば、ちょうどこの幅のね角に当たるところで、丈夫な紐を四隅で、あとはセンターに、縫い付けるんですよ。で、天板の裏側に鉄板じゃなくてこういった形のネジありますよね。これをね、取り付けてやれば引っ掛けるだけですから、そうするとね基本的に極端な話7000円浮きますという方法もありますので、裁縫とか得意な方はね、されてみるといいかと思います。僕はあんまり裁縫得意じゃないので、高くつくんだけど手っ取り早い磁石式の方を取りました。で、磁石式のいいところはね、毛布紐つけちゃうともうそれが専用になっちゃうけど、これ別にそんなに分厚いやつでなければね、このかけるものを選ばないというところはメリットです。ただ高くなります。はい。で、続いて熱源について、ご紹介していきます。はい、熱源についてですが、今回使用したのはですねこちら、はい、アイリスオーヤマの、60センチ ×60 センチのフットマット、ミニホットカーペットみたいなもんですね。お値段がね4500、600円で Amazon で売ってました。山善さんのやつでも良かったんですけどね、今回はちょっとアイリスオーヤマのを使ってみようと思ってこれを、購入しました。はい、こたつの中にですねこんな感じで敷いていただいて使えばいいかと思います。強弱の、2通りのパターンで使えます。でね、弱だと31ワットで表面温度が40度、強にすると 42.1 ワット消費電力ですね。で、表面は48度ということになっています。で、実際使ってみてねどのぐらいで温度が上がるかっていう細かいのは後でね、概要欄の方に載せておきます。データ取ってますので。で、ざっくり言いますとね、弱だと2時間ぐらいかけて、23度ぐらいこの中の温度がなりますね。で、強にすると1時間ぐらいでだいたい24度から5度になります。で、もちろんこたつの周りの、外気がね、車内の温度がどのくらいかによってもそこは変わってきますけど、だいたいつけて15分から20分でほんわかあったかい感じになりますので、長時間使う分には逆にね暑すぎずちょうどいいかなという感じです。これはおすすめです。で、もちろんね、すでにホットカーペットを車内に引いて暖を取っている方でしたら、別にこんなもんなくたって、ただ先ほどのこたつさえ出来上がってしまえば、ぬくぬくと暖かくなると思うんですけどね、そういったものがない方は、ホットカーペット値段的にはあんまり変わんないんだよね、1畳用のホットカーペットとこれと。ただ消費電力を考えるとこっちの方が小さいので、この中だけを温めるという意味では効率的かな。車内全体をほんわかさせたいっていうんだったら、ホットカーペット1畳分ぐらいのやつが、こういう軽自動車にちょうどいいのでね、そちらをお買い求めいただいた方がいいかと思いますけど、消費電力はやっぱり80ワット、100ワットって感じになるんでね、ポタ電の消費はかなり進むと思いますよ。なので、こたつの中だけ温めたいというのであれば、このミニホットカーペット、フットマットっていうんですかね、これがいいかと思います。あとはもう一つ有効なのはね、これと湯たんぽの併用っていいと思います、すごく。で、僕はこれ消して夜この中に湯たんぽ入れて寝るので、朝まで足元が暖かくて
すごくいいですよ。ポタ電の消費も防げますし、そんな形でね、使っていただければ、この中の温度的にはほんわか暖かい感じで、非常に長時間いてもね、苦にならない、いい感じで温まりますので、おすすめです。はい。てなわけで、ご自身のお車にぴったり合わせた車中泊用ミニこたつ、駆け足でご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。もうすぐですね、暖かい春がやってきますけれども、夜間とかまだまだ冷え込みますしね、寒い日が続きます。暖かくしてですね、車中泊楽しんでいこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー、バイバイ。